じゃあ今日もランクルゼミナールを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ランドクルーザーしか走っていない場所、それはいっぱいありますね、はっきり言って。っていうか、例えばさっきのオーストラリアのテレコムさんが使ってるとこっていうのはもちろんもうランドクルーザー以外は使ってないですね。やっぱ環境上使えないんでしょうね。あとはちょっとオーストラリアばっかりで申し訳ないですけど、オーストラリアで一番よく使われているのはやっぱ有名なのが鉱山っていうかマイニングなんですよね。でマイニングの中で特にオープンピットってこういう掘った穴というのとアンダーグラウンドで穴をモグラのように掘っていって中でこう採掘する2つのやり方があるんですけど、もちろん鉱山ものすごい広いのでそこらいっぱい大きな車が走ってるんですけど、その重機なり最後行ったトンネルの最後のところ部分っていうのは実はランクル以外は使われてません。それ以外の上の地上ではもちろん他の車も使われてたりトヨタの違う車も使われてたりするんですけど、やはりそこは使えないのかもうやっぱ信頼なのか、ランクといえども一回出せない時期があって、その時は他の車が入ってるんですけどやはりもう使えないということでかなり困られてて我々に陳情されてきた経緯もあったりするので、やはり我々はやっぱりそういった人のために車作りをしているので何がこう規約があったりして出せなかったんですけど、それに負けずやっぱりその人のためにやるのが我々ランクルとしてはやるべき使命かなというふうに思ってますね。順番は信頼、耐久、悪路、相和性でしょうね。やっぱり命を守る順番から言えばそうじゃないのかなと思いますし、我々もそこを一番大事にしてきてますし、ただ今順番って言いましたけど簡単に言うと順番はないですね。はっきり言ってこの3つが揃ってないとランクではないですね、はっきり言って。私自身で、メーターも100万キロまでしか見れないので今一番最新のメーターでも100万キロはもう優に越してる車なんか何台でも走っているし、嘘か本当か4世代またがって乗ってきた方が言われてるにはもう4回転してるよって言い方をされるって本当かどうか分かりません。ここはもう記録が取れてるわけじゃないので本当かいなと思いましたけど、ご本人がただ4世代前の人が本当にそうつながってきて言われてるか分かりませんけど、それぐらいやっぱり思いがあってきてるなっていう、400万キロのかどうかは別にしてそれぐらいの気持ちでこの車を乗っていただいてるんだなっていうふうに思ったことはあります。100万キロとか、そういったところの車はそこら中にいっぱいあります。はい。信頼っていうのは簡単に一言言うとランクルの使命ある壊れても必ず帰ってこれるっていう言葉の裏付けなんですね。で信頼っていうのはもちろん壊れないことが一番いいんですけどやはり壊れるんですよ。で壊れた時に直せないとダメなんですね。で直すにはやっぱり複雑なものは直せないんですね。なのでこだわりっていうのは本当に厳しい地域、特にアフリカなんかはまだ奥地に入るともちろん修理工場なんかあるわけじゃなくて全部自分で直す。で部品も新品では揃わない。でそのために何をするかというと、日本ももう30年40年前はどうでしょう、僕がまだ車が初めに乗った時は自動車、トヨタ共販行って新品の部品買うわけじゃなくて中古部品屋さんに行って中古部品を買って直すっていうのが常だったですわ。実は今はもうそういった地域では当たり前で、そのためにはどうするかというとランクルとしては長く同じ車があれば交換部品が世界中にたくさんあるわけですよ。でそうなると部品も取れるわけですね。なのでちょっとなかなか新車商売っていう意味では離れてるのかもしれませんけど、長く使う車でなるべく部品を互換性を持たす。
互換性があるということは他の車、実はこれは例えば今言ってるのが40系が24年間作ってて70系が今37年間作ってるんですね。そこに大きな意味があって、その40系の派生であった50、60も実はある部品は40と共通部品があったりするわけですよ。そういったことはお客さんには分かるか分からんかというと、よく知ってる人はこれ一緒の部品だよねって分かるわけですよ。いかにこの車を世界中にばらまきながら、いかにどんな地域でも新品の部品でなくても、ある意味ではどっかの街角に止めてあるランクルのであってもそれは一つの部品なんですよね。そういう全体の先代からずっと継がれてきてたそういったところ、考え方を含めて、それがやっぱり特にそういった地域では信頼ってそこにしかないんですよね。だって新品部品なんかないし、店もないし、自分で直すしかないよねっていうことなんですよ。はい、本日のゼミナールもこれで終了です。今後ともよろしくお願いします。